どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、コケ取り生態は何を入れていますでしょうか？コケ取りといえば、個人的にはヤマトヌマエビだと思っているんですが、数多くの生態がコケ取りに一役買ってくれます。そんな中でもエビ類は先ほど挙げたヤマトヌマエビを筆頭に大変重宝されています。貝やオトシンクルスなどのコケ取り生態は、基本的に水槽壁面や石につくのっぺりとした苔を中心に食べてくれるんですが、糸状の苔はあまり食べてくれません。特に水草についた苔に関しては、何かにひっついて苔を食べるという性質上、相性が悪いです。しかしエビ類であれば、水草の茎から葉まで人間の手では取れない繊細な場所まできれいに掃除してくれます。水草の食害をすることもありますが、最終的に頼れるのはエビです。その中でもいろんな種類のエビがおり、いろんなシチュエーションによって使い分けができます。最終的にはヤマトヌマエビが力こそパワー的な感じで選ばれがちですが、他のエビにもいいやつは多くいるんです。以前紹介したトゲナシヌマエビもその中の一匹で、ヤマトヌマエビほど大きくならないのに苔をしっかり食べてくれるということで、小型水槽にも入れやすいパワフルなコケ取りエビです。紹介した動画がそろそろ30万再生いくレベルの反響なので、やはり皆さんコケ取り生態にはすごく注目しているのでしょう。ただ皆さんが一番知りたいのって結局どのエビがいいのかっていうところなんじゃないかと思うんです。そこで今回は自分の独断と偏見で4種類のコケ取りエビを比較し、そのエビの特徴や大きさを実際に比較しながら解説していきます。この動画を見れば自分に合ったエビが必ず見つかると思うので、ぜひ最後まで見てやってください。ちなみに先ほども申し上げたように、自分の独断と偏見が多分に含まれるので、あくまでも参考程度にお願いします。それでは早速今回紹介するエビたちをお見せしていきます。それがこちら、大きさが若干違うエビたちが勢ぞろいしています。小さい方からミナミヌマエビ、トロピカルシュリンプ、台湾ヤマトヌマエビ、トゲナシヌマエビ、ヤマトヌマエビです。お見せしている個体たちは少しでも大きさの参考になるように、各種うちの中で一番大きな個体を選んでいます。実は他にもコケ取りをしてくれるエビはいるんですが、結構似ていて違いが分かりにくい4種類をチョイスしました。ぱっと見違いが分からないと思うんですが、これから一匹一匹にフォーカスを当てて解説していきます。まず最初に解説するのはこちらのミナミヌマエビ。このミナミヌマエビは一番ポピュラーと言っても過言ではない、どこにでも売っている入手性の極めて高いエビです。ホームセンターなどでも必ず置いてあるエビなので、アクアリウムをやっていれば一度は目にしたことがあるのではないでしょうか。ミナミヌマエビは今回紹介するエビの中でも最小で、最大体長は約3センチ程度です。特に目立った外見的特徴はなく、柄もなければ個性的なフォルムをしているわけでもありません。ただ成熟したメス個体は結構様々な色に変化するので、そういった意味では楽しめると思います。大きなエビが苦手な人や模様のついたエビが苦手な方でも抵抗なく受け入れられるエビです。そんなミナミヌマエビなんですが、今回紹介するエビの中でも他にはない特徴がいくつかあります。まず一つは低水温に強いところです。このエビは今回紹介するエビの中でも唯一冬に屋外飼育することが可能で、水面に氷が張っている状態でも生きている個体がいるようです。一応適正水温は10から25度程度と言われていますが、屋外ビオトープなどで長く飼育している個体であれば、もっと低い水温でも耐えれるかもしれません。なので無加温飼育ができるコケ取りエビなので、ヒーターを入れにくいボトルアクアなどに適していると思います。もう一つの特徴は繁殖が可能なところです。今回紹介するエビは全て抱卵まではするんですが、基本的に淡水では成長しないので数が増えることはありません。しかしこちらのミナミヌマエビはガンガン抱卵してガンガン稚エビが生まれます。環境さえ整っていれば数匹から3桁まで増えることもあるので、繁殖まで楽しみたい方にはおすすめです。
ただ苔取り生態として迎え入れたのに大繁殖して結局苔の原因になることもあります。おまけに小さい稚エビは外部フィルターなどのフィルター内によく入り込むため、メンテナンスをするためにフィルターを開けたらエビまみれなんてこともザラです。その中に入ってしまったエビたちを救出するのは大変苦労するので、そこら辺は覚悟しておいた方がいいです。外部フィルターを使用した水槽で飼うなら、給水側に目の細かいストレーナースポンジを取り付けることを強くお勧めします。南沼エビの特徴はざっとこんな感じで、肝心の苔取り能力に関しては今回紹介するエビの中では一番低いです。個人的にエビの苔取り能力は大きさに比例すると思っているので、ここは仕方のない部分。おまけに繁殖して水槽バランスを崩壊させることもあるので、一番苔取りには向いていないと思います。がっつり苔を駆除してほしい時には物足りないけど、爆食する以外は特段悪さもしないのがいいところです。続いて紹介するのはこちらのトゲナシヌマエビ。このエビはヤマトヌマエビ同様、ヒメヌマエビ属に属するエビで、苔取り能力も非常に高いです。最大体長は4センチ程度で、映像に映っているのは我が家で一番でかいメスの抱卵個体です。見た目はちょっと丸っこく、こちらも南沼エビ同様受け入れやすい姿をしています。ヤマトヌマエビと同属ではあるんですが、柄やフォルムはどちらかといえば南沼エビ寄りです。こちらのトゲナシヌマエビは抱卵はしますが増えることはないので、苔取り生態としては扱いやすい部類になります。大きさの割に馬力も強く、以前紹介した動画でももりもり苔を食べてくれました。また他のエビよりも水質変換に寛容で、水質にそこまで気を配らなくていいのもいいところ。個人的には見た目も癖がなくおすすめしやすいんですが、いくつかデメリットもあります。一つ目はレイアウトの隙間に入り込んでソイルを掘り起こすことです。南沼エビとヤマトヌマエビの中間で大きさの割に馬力があるという特性上、こんなとこ入れないだろって隙間から侵入してソイルの雪崩を起こすことがあります。なので結構傾斜をつけているレイアウトの場合は気をつけないといけません。もう一つのデメリットは入手性の悪さです。通販ではチャームでしか取り扱いがなく、自分がトゲナシヌマエビの動画を投稿する前からちょくちょく在庫を見ているんですが、編集時現在も在庫切れ状態です。欲しい時に手に入らないというのは致命的なので、ここは結構デカめのデメリットです。手に入りさえすれば苔取り能力はお墨付きなので、水槽内で大活躍してくれると思います。続いて紹介するのはこちらのトロピカルシュリンプ、または台湾ヤマトヌマエビ。こちらは名前の通り台湾産のヤマトヌマエビで、種類が違うというわけではありません。分類上はヤマトヌマエビと全く同じなのですが、多く出回っているヤマトと違い、台湾産の個体はサイズが比較的小さいです。違いはただそれだけなので、大きさ以外の特徴はヤマトヌマエビに準拠します。体のスポット状の模様や尻尾の青い斑点もそのままです。苔取り能力は言わずもがな、マックスサイズのヤマトヌマエビには劣りますが、サイズが同じであればヤマトと同等の能力を誇ります。一応最大体長は5センチ程度らしいので、先述したトゲナシヌマエビとサイズ感はほぼ一緒なイメージです。ではサイズの同じトゲナシヌマエビと比較してどっちが苔取り能力が高いのかと言われれば、正直あまり大きな差はありません。なのでここは見た目の好みや入手できる方を選べばいいと思います。ヤマトの見た目が苦手な方はトゲナシヌマエビを、南の見た目が苦手な方はトロピカルシュリンプをといった感じ。デメリットに関してはトゲナシヌマエビと同じなので割愛します。ヤマトヌマエビほど大きくなってほしくないけど、しっかり苔は取ってほしいという欲張りな方にもおすすめできる生態です。最後に紹介するのはこちらのヤマトヌマエビ。こちらは言わずと知れた苔取りエビの王です。入手性、苔取り能力、脱走性能すべてにおいて他の追随を許しません。夜中にこいつが地面を張っているところを見ると思わず声が出てしまうこと間違いなしのモンスターです。
最大体長は6センチ程度と、今まで紹介してきたエビの中でも抜きん出てでかいです。特にメス個体はめちゃくちゃでかくなり、その存在感は圧倒的。マックスサイズのヤマトヌマエビを30センチキューブ水槽に入れると若干の圧迫感を感じます。ただ大きさに比例して苔取り能力は高く、他のどのエビよりも苔を食べてくれます。その分水草の食害もひどく、ロタラの下葉部分なんかはあっという間に茎だけになるレベル。それでも苔取り能力はナンバーワンなので、迷ったらとりあえずこいつを入れておけば OK 的な感じで選んでいいと思います。あまりにも小さな生態と混泳させると襲うという報告もありますが、今のところ自分は襲われているところは見たことないです。心配な方は小さめのエビを選ぶといいでしょう。というわけで4種類すべてのエビの特徴をお話ししてきました。簡単におさらいすると、大きさは小さい順で、ミナミヌマエビ、トゲナシヌマエビ、トロピカルシュリンプ、ヤマトヌマエビの順です。ちなみに自分のうちではトゲナシヌマエビとトロピカルシュリンプはほぼ同じ大きさです。見た目はミナミヌマエビとトゲナシヌマエビが似ており、トロピカルシュリンプとヤマトヌマエビは同種なので全く同じです。苔取り能力は大きさ順に比例しており、一番貧弱なのがミナミヌマエビで、トゲナシヌマエビとトロピカルシュリンプがほぼ同じ。一番強いのはヤマトヌマエビです。価格と入手性は安い順、手に入りやすい順に、ミナミヌマエビ、ヤマトヌマエビ、トロピカルシュリンプ、トゲナシヌマエビです。ここに関しては完全に主観です。これらの情報をもとに自分に合った苔取りエビを選んでいきましょう。今後もこういった役に立つか立たないかわからない情報を発信していきますので、気に入ってくれた方はチャンネル登録よろしくお願いします。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。